ここでひっくり返していきます。うわー、うまそうですね。すごく美味しそうな状態です。で、たまに揺すってあげて。はい、こんにちは、シェフのファビーです。今日は鶏と新じゃがのステーキを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。鶏もも肉、新じゃが、ローズマリー、にんにく、塩、オリーブオイルです。はい、それでは今日は鶏もも肉のステーキとじゃがいものローストを作っていくんですけど、この料理はイタリアの休日、日曜日とかみんな大人数で集まる時に出るような料理で、イタリア語だとポッロアローストコンパターテアルフォルノって言って、ポッロが鶏肉でパターテがじゃがいもですね。でかなりシンプルな料理なんですけど、ちょっと神髄的なシンプルで激うまな料理なので早速作っていきます。はい、それではまずは新じゃがいもを食べやすい大きさに切っていきます。で今日は新じゃがでやってるんですけど、普通のじゃがいもでも全然大丈夫です。で今お水を張った状態で、ここから水からゆっくりと沸騰させるところまでやるんですけど、ここに塩入れます。で塩の量がとても大事で、ここの今水が2リッター入った中にだいたい 40g ぐらい、 2% か 2.5% ぐらいですね、強めの塩が入ります。ここで下味をつけながら茹でるっていうことが大事です。で加熱していきます。でまずはこれで沸点まで持っていきます。でまずは鶏もも肉を掃除していきます。でもも肉のこの掃除で筋を取る時に大事なのが、こう1枚開いた時にこっちのこのちょっと皮とこの肉の間にですね、こう剥がしていくと、ここの部分にこの硬い筋が集結してるんですね。でその筋を、抜いて包丁で掃除していきます。でこういうのをこういう大きい筋ですね。これはさすがにちょっと口の中に残っちゃうので、大きいのだけ取ってあげます。でこの裏の筋がある程度取れたので、そしたらあとはこの真ん中のところに硬い軟骨があるので、あとは一緒にこう油が、血合いと油がついているので、そこを取ります。でこれで、大半の掃除が終わったのでバットに移して、で鶏肉にまんべんなく塩して、あとはこっち面もで、この状態で、10分から15分ぐらい置いて余分な水分を抜いていきます。であとはニンニクを潰していくんですけど、今日は鶏肉を焼く時に一緒にニンニクも加熱していくので、いつもパスタの時は皮剥くんですけど、この場合は皮を付きのまま潰す。はい、これで下処理が OK です。で今ちょうど沸いてきたので、沸いたら弱火に落とす。でこの状態でだいたい弱火で 3,4 分だと思うんですけど、じゃがいもって丸で茹でたら 3,40 分かかるんですよ。でもなんでこの短い時間でいいかっていうと、これぐらい食べやすいも大きさに切ってるので、ある程度早く火が入るっていうことと、この後フライパンで鶏と一緒に焼いていきます。だからここで8割ぐらい火を入れてあげるっていう意味で、3,4 分で揚げてあげます。はい、それでは今4分経ったところなんですけど、ちょっとどれぐらい火が入ってるか確認していきます。でこう刺すとちょっと気持ち固めな状態ですね。まだ完全に火が入っていない8割方ぐらいですね。でこの状態でこのじゃがいもをざるで一旦切って、でここのじゃがいもの水切りがかなり大事で、ここの水切りがですね、甘いと焼き色がじゃがいもにつかなくなっちゃうので、こうやって水分は切るんですけど、丁寧な仕事をするんであれば水気もしっかりペーパーとかで拭くと、よりこう焼き色がついたようなじゃがいもになります。はい、それでは今かなり水分が出て、ちょっと鶏が湿った状態になったので、これしっかり拭き取る。
で1枚紙粉をやるとかなり濡れた状態になるので、2枚ぐらい使うのが理想ですね。で皮面も拭いて、でここまで来たので、火入れに入っていきます。で早速焼いていくんですけど、まずは少量のオリーブオイルで火をつけて、で鶏肉の皮を下にして、でこの状態で焼いていきます。でまだ冷たい状態なんですけど、ここで、ゆっくりと温度を上げてあげると皮が一気に縮まないので、よりパリパリな状態で焼けます。で徐々に温度を上げていくんですけど、マックス中火ぐらいで、強火は基本的に使わないです。で白胡椒をちょっと身側にやってあげて、でオリーブオイル入れた量が少量だったんですけど、この鶏の皮から鶏の脂が結構出るので、本当に最初の結構量で最初は大丈夫です。で焼いてる時に一緒に皮付きのにんにくも入れて、あとはローズマリーも入れます。でここでやっぱり火を強くしないことが大事で、ゆっくりすることによってにんにくも焦げないし、ハーブとかも焦げやすいんですよね。それをゆっくり小さな油でやることによって焦げずにいい香りが出るっていう感じです。である程度したら一回ちょっと返して、一回身側もね軽く焼くんです。焼いて、で軽く焼いたらまた返す。そうすると筋が、結構しっかり取ったんですけど、筋が残ってた場合ですね、この皮目を焼いてるとやっぱり反り返るんですよ、多少。でその反り返りを一回なくすためにこっち身側も軽く焼いてあげるって感じです。でこれはでもやらなくても大丈夫なんですけど、皮をパリパリにこの状態から焼いていきます。で今少し温度が上がってきたところなので、ちょっとここが周りが熱くなってるので、一回ちょっと振って温度を均等にして、でこっから大事で、今この何もしない状態で焼いてもある程度にパリパリにはなるんですけど、より均等にパリパリにしたい場合はここから重しをしていきます。で僕は鉄フライパンをこの後ろ掃除したものをこのまま乗せるんですけど、鉄フライパンがない場合に重し他のもので代用してやりたい場合とか、あとはちょっと衛生面的にきれいにやりたいよって方はこういうところにフライパンにクッキングシート敷いてもいいし、そういうやり方をしていきます。で乗せる。でプラスで、何でもいいんですけど、これでも重し的に足りないんですよ。ちょっと軽いので、これから入れるじゃがいも上に乗せてもいいし。でこの状態で弱火でじっくり焼く場合は10分ぐらいですね、じっくりと焼いていきます。はい、それでは今だいぶ焼けてきたので、今もう皮面焼いてるだけなんですけど、これお持ちしてるとちょっと蒸し焼き状態になるので、身側にも火が入るんですよね。ここでひっくり返していきます。うわー、うまそうですね。すごく美味しそうな状態です。でここでもう鶏肉は返して身側やったらもうほぼ火が入ってる状態なんですよ。ここでさっき火入れたじゃがいもも一緒に入れます。入れて、でここでもう鶏肉はあんまり火を入れすぎたくないので、じゃがいもの上に乗せてこの状態で加熱していく。これがですね、もう無条件に本当に美味しいんですよ。今じゃがいももしっかり下味がついている状態で、鶏からこの美味しいオリーブオイルとこの鶏からも油が出てて、それをこのローズマリーとニンニクの香りが立ったものが今このじゃがいもをこれで和えているので、ここで焼き色がつきながらもこの焼いている鶏肉の肉汁もこの下に落ちてじゃがいもが吸うんですよ。これがもう最高です。でたまにこう揺すってあげて、でじゃがいもにうまみと油まとわせる。でそれで焼いていって、でオーブンがある家庭とかだとこれをそのままもうオーブンに投げて
そしたら鶏肉には間接的な火しか入らないので、じゃがいもがしっかり焼き色がつくっていうような感じですね。うまそう。で今日僕これ鉄フライパンでやってるんですけど、テフロンでやっても全然うまくできるので安心してください。はい、それではいい感じにじゃがいもに肉汁もしっかり吸ったので盛り付けていきます。これで鶏とじゃがいものロースト完成です。はい、いただきます。これはもう本当に最高ですね。この料理は冒頭でも喋ったんですけど、イタリアの方々が休日に食べるようなメインの料理で、これ僕イタリアにいた時もよく食べてて、自分自身も作ってた料理なんですけど、結構やっぱり素朴な料理なんですよね。じゃがいものローストとその焼いただけの鶏なので、ちょっと牛肉とか鳩とか鴨とかちょっとレストランで出てくるような料理って考えると素朴な料理になるんですけど、やっぱりイタリア料理をずっとやってるような料理人とかシェフの方とかってたまにやっぱりこうローズマリーの香りとか嗅ぐとこの料理って作りたくなったりしますね。でこの料理自体が家庭料理なんですけど、やっぱりこのシンプルなんですけど力強い味わいがあってインパクトがあるっていうのがイタリアのこの肉料理の醍醐味なのかなと思います。はい、ごちそうさまです。この鶏のローストなんですけど、やばいほど美味しい料理になっているので、よかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。